皆さんこんにちは。西予苔園の苔見沢です。今日は皆様からいただいたご質問などにお答えをしていく Q&A の動画にしたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。このチャンネルのご登録者も今900人を超えまして、大変多くの方にご覧いただいて、いただけるようになりました。本当にありがとうございます。それでですね、オンラインストアの苔の販売ですとか、LINE とかですね、そういったところでお気軽にね、苔のことについてのご質問を、お受け付けしておりますけれども、ご質問もですね、結構たくさんの方に今いただくようになりまして、で一つ一つ丁寧にですね、ご質問ですね、お答えをしております。私もですね、苔のご質問いただいてお答えすることで、そのこと自体がですね、とても勉強になっておりまして、ご質問いただくことを本当にありがたいなと思っております。苔って結構知られていないことが多かったりとか、まだ一般的にはですね、馴染みのない植物なので疑問とかもたくさんあると思うので、何かあればですね、随時ご質問いただければと思います。それではですね、今までたくさんご質問いただいてるんですけれども、その中でも多くいただいているご質問ですとか、それとは皆様がですね、ご興味のありそうなご質問というのをピックアップして10個ですね、私の方でピックアップしたご質問を動画にしてお答えしたいと思います。では、まずですね、私西予苔園でですね、高野の万年草の苔の栽培とか行っておりまして、高野の万年草の制作キットですね、苔テラリウムの制作キットなども販売しておりますけれども、その関係で、高野の万年草のご質問というのがまず多かったです。なのでまず1個目ですね、高野の万年草の液肥のあげ方について教えてくださいというご質問が、結構多くいただきます。で液肥なんですけれども、こちらのハイポネックスですね、このハイポネックスを、薄めて苔にですね与えることがあります。与え方としてはもうめちゃくちゃ薄い状態にして与えています。これが 500ml の霧吹きなんですけれども、この 500ml 入れて、でハイポネックスをもう1滴だけです。1滴、2滴23滴あげてもいいのかなと思うんですけれども、苔テラリウムのこういった環境の中ですねは一度そういう、栄養を与えてしまうと、この中に浸透はしてもその中に残留したままになってしまうんですね、その栄養が。で苔テラリウムの作品に液肥をあげることによって高野の万年草に限らず他の苔も、元気になったりはします。苔の育成も良くなったりすることがあります。で苔の葉の色が悪かったりとかですね、ちょっと薄くなってしまったような時とかに液肥をあげると葉の色も戻ったりとかですねすることもあります。で逆にデメリットとして、この苔テラリウムの中に、栄養が残留してしまうので、藻やカビというのが発生しやすくなるという傾向があります。でそういったデメリットも覚悟の上で、それでもですね苔と元気にさしたいっていう場合は、本当にこの 500ml に1滴だけの液をハイポネックスを与えるというようなことをしています。で苔テラリウムではなくて栽培用の苔ですね、圃場に栽培している苔にですね、このハイポネックスを与えることがあるんですけれども、もう少し濃い、倍率で言っても500ml に本当に 3,4 滴とかそれぐらいの微妙な量なんですけれども、微量な液肥の倍率で苔全体にですねハイポネックスを与えてあげて、で育成を促すというようなことは定期的にやっております。で苔テラリウムで液肥を与える場合は与えすぎもデメリットの方が、多くなりますので、ワンシーズンに1回とかぐらいの、頻度でいいかなと思います。
あとですね、ハイポネックス以外に栽培用の苔の場合はメネデールというものですねを使ったりすることもあります。であとですね、余談なんですけれども、これ苔によって違うんですが、小屋の万年草以外の苔、例えば、こういった細葉オキナゴケとか卵苔とかですね、そういった苔にはこういったヒバ油とかヒノキオイルとかですね、この HB101 というものもありますけれども、細葉オキナゴケにはもうてきめんに効きます。ちょっとシュッと一吹きかけておくと1週間後には見違えるぐらい育成が良好にボリュームがバッと増えるぐらいいい影響を与えています。なので細葉オキナゴケとか卵毛にはこういった HB101 とかヒノキとかヒバ油ですね、こういったものはかなり有効なので、これも随時ですね、使ってみてください。かなり薄くしてもう本当に 500ml に本当1滴2滴ぐらいで大丈夫です。はい、ただ、高野の万年草にこのオイルを与えるとほぼ葉焼けして薬害が出ますので、こういったものはですね、高野の万年草を大笠時には与えないでください。はい、続きましてのご質問です。高野の万年草の製作キットですねをご購入したお客様からのご質問で、新芽が出てきたんですけれども、茎が伸びてから葉が展開するのではなく、茎が5ミリぐらいで葉が展開し始めたのですが問題ないでしょうかということです。はい、で、お答えすると全く問題はありません。ちょっとこの辺りですかね、この辺りの株が新芽が出ているような状態、ここちょっとこう芽が伸びてますよね。でこの奥もちょっと新芽が出ています。これは1センチぐらい伸びてますけれども、このような状態で葉がこう展開開いてきたというようなことだと思います。高野の万年草の、成長のサイクルというのがありまして、今、11月なんですけれども、11月というのは夏の暑さの時期からぐっとこう気温が下がり始めてる時期ですね。で外の気温も夜は10度切るぐらいですね、昼はだいたい20度ぐらい、天気がいいとそれぐらいの気候になるんですけれども、だいたいですねそのような時期に、新芽を出し始めます。で春と秋ですねに特に新芽を勢いよく伸ばすようなそういう時期なんですけれども、秋はですね、秋の新芽が伸びる場合はですね、そこから寒くなっていくので茎の成長がぐっと伸びるこう段階と、そこから葉を開く段階というのはむしろ春から夏にかけての、シーズンにそういう成長のサイクルに入るんですね。で秋の場合は涼しくて新芽が出るんですけれども、そこから寒くなっていくので、葉の展開というのはそんなに、こう茎が伸びて葉が伸びるっていうそういう成長のサイクルがはっきりしてないんですね。秋の成長の段階というのは新芽が出て茎も伸ばしてちょっと葉も伸びたりとかしながらあれこのままどうなっていくんだろう、寒くなっていくんだけど自分伸びちゃっていいのかなみたいな、そういうちょっと迷いが生じるというか、そういう時期なんです。はい、なので葉の成長とか茎の成長というのは結構こう、ぼんやりしながらなんとなく新芽が出ていくと。でなんとなくこう株がなんとなく成長していくんだけども、成長はどんどんスピードが落ちていく時期なのでそういう、はっきりとしない成長の展開をしていても今の時期は大丈夫です。春から夏にかけてですねの時期の高野の万年草はもっと、新芽も勢いよく出てますし、そこから茎が伸びて葉が展開するというそういうサイクルがすごくはっきりしてますので、またその時期を楽しみにしてください。で、室内で苔テラリウム室内で育成させる場合は真冬の間でも外よりも室内って暖かいので、春と勘違いして室内の気温がなんかこういい感じになると春と勘違いして勢いよく伸びたりとかすることもありますし、
で室内が割と比較的寒いような環境であれば緩慢な、成長のままで、場合によってはあまり成長が見られないようなそういう成長サイクルに入っていきます。それはご自宅の、環境にそれぞれ違いますので、ゆっくりですねそういったコヤラマンネングサのゆっくりとしたこの成長っていうのも、楽しんでいただければと思います。続きまして、数年前から苔の魅力にはまってパルダリウムやアクアリウムと苔と一緒に楽しんでいますということです。で、以前他のところで購入されたコヤラマンネングサが、そのパルダリウムの中に設置をしていたら、あまり元気に育ってくれませんというご質問をいただいております。そうなんですね。一般的なそういうアクアリウムテラリウムで使う植物であればライトをねたくさん当ててで元気に植物を成長させるというようなことが大事になってくるんですけれども、その光の強さがですねコヤラマンネングサにとってはその光が強すぎるというようなことが考えられます。で今西日が入ろうとしてですねこれ直射日光当たってるんですけれども、これかなりもう今ちょっと避けてますけれども、実はこの光加減というのはかなり強いコヤラマンネングサにとってはちょっと強すぎる光なんですね。でこれがずっと続いてしまうと葉焼けします。葉焼けをして茶色くなったりとかですね、で育成が止まってしまったりですね、場合によって枯れてしまったりということがありますので、その方にはですね照明がおそらく強すぎるんじゃないですかということで、もし可能であればその他の植物の影になるようなところにコヤラマンネングサを移動させてみてくださいというようなアドバイスをしました。であと風当たりですねが結構中にトカゲとか生き物を入れていたりする場合とか特になんですけれども密閉というか空気の循環がないような状態で、育てられてしまっているというようなこともあるのかなと思ってできれば空気の循環も考えてあげてみるといいかもしれませんということでアドバイスさせていただいたんですけれども、その後そのようにですね実施していただいてまた様子を見てくださいということで終わってますけれども、確かにですねそのご指摘の後によく見ると光のめちゃくちゃ当たってる場所にコヤラマンネングサが植えられていたということなので移動させて見ましたということでご返答いただきました。その後様子ちょっとまだお伺いしてないんですけれども、おそらく良好なんじゃないかなと思います。あとは風当たりですね、もし可能であれば何かファンのようなものを、導入してですね、乾燥しすぎないような形で、空気の循環をしてあげるとか、あとはちょっと生態がいると難しいかもしれないんですけども、ちょっと隙間を上部にですね蓋の上部隙間を作ってあげたりとかするといいかもしれません。はい、続きましてカサゴケとかオオカサゴケのご質問がちょっと重なっておりますのでちょっとまたご紹介します。で、カサゴケとテラリウム内でカサゴケを育てていますけれどもコヤラマンネングサと増やし方は似てますかということです。で葉がうまく開きませんというご質問をいただいております。はい、オオカサゴケカサゴケもコヤラマンネングサと生態というかその形状は似てるんですね。二次系って言って上に立つ茎があってそこから葉を伸ばすと。で地下系で横に這いながらですね新しい芽を伸ばすというような、構造ですねはコヤラマンネングサもオオカサゴケも似ています。で増やし方っていうと、増え方はコヤラマンネングサもオオカサゴケカサゴケも同じなので、全く一緒というふうに考えていただいていいと思います。増やし方っていうと例えば茎伏せ法といってそのオオカサゴケカサゴケをそのまま横たわらせてですねちょっと茎のところ土をかけてあげるとそこから新芽を伸ばしてくれたりとかします。で、もっと細かく刻んで巻きゴケといって茎の3分の1ぐらいずつですね3つぐらいに分けて巻いておくとそれぞれから芽が出たりとかいうこともあります。移植法といってそのままの茎の状態をそのままコケテラリウムに移植するような形で植えてもそこから環境が良ければまた新芽を伸ばしてくれますので増
増やし方としては同じようなものと考えていただいていいと思います。それで葉がうまく開かないということですね。おっしゃっておりますけれども、前ですね動画でちょっとご紹介したのかな、徒長のお話がありましたをしていたと思います。これはですね、今ちょっと下から取り出したんですけれども、もうこれ芽を出してすぐぐらいのオオカサゴケです。赤ちゃんゴケですね、これは。はい。で通常はちっちゃくても葉が開いたりするんですけれども、空気の循環がなかったりとか光が弱かったりとか水分が多すぎたりですね、オオカサゴケにとってあまり良い環境じゃない場合は徒長といって葉が開かないまま茎だけが伸びていくというような状態になります。例えばこれとかですかね。私が保管しているコケテラリウムの、作品の一つなんですけれども、これほぼ放置状態にしてしまっていてちょっとかわいそうなんですけれども、オオカサゴケが開かないままそのままちょっと成長が止まっている、傷んでしまっている状態ですね。これはもう明らかに徒長して傷んでしまっています。こちらはですね店舗にディスプレイさせていただいてた作品なんですけれども、ちょっとそちらの環境がちょっとあまりよろしくなかったんでしょうね。で引き取って今養生しておりますけれども、ちょっとリメイクしようかなと思っています。これは徒長してします。でうまく葉が開かない場合はですね、やはりその徒長してしまっているということなので、環境を見直す必要があります。カサゴケ、オオカサゴケは結構難しくてですね、繊細なので、水分のコントロールと新鮮な空気が当たるようなそういった容器で育てていくということですね。もちろん蓋は必ず必要です。オオカサゴケはですね、今私も栽培してこうやって上手に育てることができてますけれども、やはり結構難しいので、結構難しいのは事実です。でおそらく、私も、こうやって形で徒長させてますけれども、オオカサゴケが徒長する場合ほぼ、容器があってちょっと背が高い容器なんで、ちょっと隙間を開けてもですね新鮮な空気が降りていかなかったりとかする場合もあります。考えられますね。やっぱ新鮮な空気が、当たってないか、光がちょっと弱いか、水分多いか、この3つなので、それちょっと、見つめ直していただいて環境を整えてあげるといいかなと思います。 Q&A 動画いかがでしたでしょうか。ご質問をね10個ピックアップしてお答えしていたんですけれども、全部お答えするとちょっと動画の尺が長くなってしまいました。ですので、前半と後半に分けて Q&A 引き続き、お届けしていきたいと思います。で後半も面白い、ご質問いただいておりまして、丁寧に回答させていただいておりますので、ぜひ後半の Q&A 動画も見ていただければ嬉しいです。このチャンネルも900名を超えるご登録者の方、もうすぐ1000人ご登録者、増えようとしております。ご登録いただいている皆様のおかげです。本当にありがとうございます。それで、この動画がもしよろしければグッドボタンしていただけると嬉しいんですけれども、さらに、もしよろしければまだご登録されていない方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、それではね、続きまして、Q&A の後半の動画もぜひ最後まで楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では今日は栽培の補助から、最後ご挨拶で締めたいと思います。動画最後まで見ていただきましてありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。